皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国が日本の政治に期待し、そして勝手に幻滅するといった出来事をお伝えしようと思います。一体何の話かというと、現在行われている自民党総裁選に関連しての話です。当初この自民党総裁選というのは、石破議員が国民的人気ナンバーワンとして、特にワイドショーなどで持ち上げられていました。これに関して、韓国側の報道は、もしも石破議員が新総裁になれば、日韓関係は大幅に改善するといったことを期待していました。しかし、現在の情勢下においては、石破議員を支持している国会議員というものは非常に少ない状態で、総裁選に出るための支持票20票を集めるのもかなり苦労していると言われています。このような状況ですから、菅官房長官が新総裁になるだろうというのが、もはや大方の見方となっています。そして、石破議員であれば、日韓関係を改善するかもしれないと期待していた韓国が、じゃあ菅さんはこの日韓関係をどうしようとしているのか、その話を聞くと、彼らは悲嘆に暮れるしかない状況なのです。一体菅官房長官がこの時期に何を言っているのか、そういった記事を見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。安倍アバター、菅氏。安倍氏のように韓国に対して国際法に違反している。安倍晋三首相の後任として有力視されている菅義偉官房長官が、韓日関係で韓国が国際法を違反しているという立場を再度強調した。右翼志向を反映し、韓国と鋭く対立した安倍内閣の韓日間を次期政権でも継承する意味だと見られる。菅氏は7日付の読売新聞とのインタビューで、日韓関係は国際法違反に徹底して対応していくと述べた。外交分野のうち、徴用工問題に対する政策方向を言及する部分でだ。菅氏の該当の発言は、韓国司法が韓日協定を違反しているというところから出発している。韓国大法院が1965年韓日請求権協定を覆し、2018年徴用被害者のための賠償判決を下したというのだ。日本政府は完全かつ最終的に解決されたとする日韓請求権協定を韓国司法府が否定することは国際法違反に当たると主張している。菅氏は前日の産経新聞とインタビューでも、ここが日韓関係の基本なので、そこはこだわっていくのが当然だと強調した。現在の悪化した韓日関係の責任は韓国にあり、これを正常化するためには、韓国が先に前向きな態度を示すべきだという論理だ。結果的に、安倍内閣で政府報道官閣として活動した菅氏が既存の政府の主張をそのまま繰り返すことにより、韓日関係の膠着状態が続く可能性が高まった。一方、菅氏は韓日関係だけでなく、アベノミクスなど、現政権の経済政策継承を掲げた状況で、むしろ安倍政権の支持率が上昇していることが分かった。読売新聞が今月4日から6日に実施した全国世論調査で、安倍内閣支持率は 52% で、直前の 37% を大きく上回った。6ヶ月ぶりに支持が不支持を上回った。読売新聞は、政権末期に支持率が大幅に上昇したのは、歴代内閣の中でも異例としながら、長期政権の実績が再評価されたと見られると解釈した。読売新聞はまた、誰が次期首相にふさわしいかを尋ねる世論調査で、菅氏が 46% の支持で1位を占めたと明らかにした。菅氏と次期首相の座をめぐり競い合っている石破茂元幹事長は 33%、岸田文雄政務調査会長は 9% の支持となった。菅氏は、安倍氏が辞任の意思を発表する前に次期首相1位に挙げられていた石破氏に、各種世論調査で押されていたが、最近反倒した。今回の菅官房長官の発言で気をつけなければならない点があります。それは、これまで菅官房長官の発言というのは、例えば定例記者会見などで行われる政府発表としての話とはまた違ったものだということです。菅官房長官が官房長官として日本政府の話を発表する。この時においてまさに日本と韓国との間にはすでに解決した問題であり、この問題を韓国側が蒸し返しているのは日本が問題があるわけではなく、韓国側の外交姿勢にこそ問題あり、これこそまさに安倍政権の考え方であり、いわばそれを代弁していたのが菅官房長官でした。しかし今回の発言というのはそれとは少し意味が違っています。なぜならば、今回の発言というのはあくまでも菅官房長官の政治家としてこれからどうしていこうか、そのことを聞くためのインタビューの中で行われているからです。
現在なぜそのようなインタビューが行われているかといえば、当然のように現在の自民党総裁選に向けてそれぞれの政治家が何を考えているか、そういった話を各社インタビューをしている状況だからです。菅官房長官は現在のところ安倍政権の良いところは引き継いでいくという姿勢を示しています。その中においても外交関係においてはほとんど全て安倍政権から路線変更はせずに現在の外交姿勢というものを保つということを表明しています。ですから今回の発言というのは現在の政権を代弁したのではなく、今まさに菅官房長官が考えている政策、外交政策というのはまさに安倍政権の行ってきた外交政策をそのまま踏襲し、自分たちも日韓関係のことについては厳密にあたり韓国側に問題の責任があるということをこれからも歌い続けていくことを表明したのです。ですから韓国側としては、このままでは日韓関係は改善しないなということを報道で知り、そのことによって彼らが残念がっているという状況なのです。韓国側がこのように残念がある理由というのは、動画の最初でも述べたように一時的には石破議員に新総裁になるかもしれないという淡い期待を韓国側が持っていたことにあります。石破議員は菅官房長官とは全く意見が異なり、韓国側の歴史をもっと深く勉強し、それによって韓国の意見も聞きましょうという、いわば対話の道を開こう、日韓友好を進めていきましょうという基本姿勢を持っています。これは明らかに安倍政権の掲げている現在の日韓関係には韓国側に大きな問題ありとする、その問題意識を全く共有していないことを明らかにしています。ですから韓国側としては、もしも石破議員が新総裁となり新しい総理へと上り詰めれば、それは日韓関係の新たな道を開くことを淡い期待を持って見ていたのです。人によってはこの菅官房長官が安倍政権の外交姿勢を引き継ぐことに対して変化がないことを批判する人もいるでしょう。しかし日本の外交姿勢としてこのような姿勢を取り続けるのは私は正しい道だと思っています。なぜならば韓国側としては安倍政権に対する評価というのは極右政権である、彼らは歴史修正主義者であるといった非難を浴びせてきました。しかし安倍政権の行ってきた韓国に対する外交姿勢というのは決して極右的な歴史修正主義者としての外交ではありません。国家と国家との約束においてこれをしっかりと守りなさいという、いわば原理原則を守りなさい、まさに基本に忠実な外交だったのです。韓国側の批判というものは全く的外れであり、安倍政権の行ってきた外交姿勢というのはあくまでも穏健な外交だったと言えるでしょう。このことは日本国内においても、なぜ韓国に対して制裁を行わないのだといったような内側からの批判すらありました。これは安倍政権が穏健な外交をしていた証拠だとも言えます。私自身も韓国側のこのような国家間の約束を踏みにじる行為というものに対しては、制裁や優遇措置の次々排除といったもので応じるべきだと考えています。だからといってこれまでの政権の行ってきた韓国側へと譲歩するような外交姿勢に比べれば、安倍政権の穏健なしかし基本に忠実な外交というものは他の政権の行ってきた外交よりはよっぽど改善していると私は考えています。そしてその路線というものを少なくとも菅官房長官が引き継ぐという考えであるならば、これは私は支持します。もちろんそこには一つ注文することがあって、当然のように韓国側というのは菅官房長官に対しても極右成功の歴史修正主義者であるといったレッテル貼りを今後はすることになるでしょう。それに基づいて彼らの行動というのは、例えば日本企業の資産売却というものに進む可能性があります。韓国側はするぞと言いつつ、常に日本側をチラチラと見て、やめさせたいんだったら自分たちが折れろというメッセージを日本側へと何度となく送っています。しかし原理原則を守るのであれば、韓国側の愚行に対して日本側は基本的には静観していればよく、彼らの踏み外した行動が発生した時に制裁を発動するという、いわば相手が攻撃してきたからそれを自衛するための行動として韓国に制裁を科すんだよ、優遇措置を次々と排除するんだよといった実施へと踏み込んでほしいのです。安倍政権の時にはそれを実行するであろう麻生大臣がいました。次の菅内閣においてそのような韓国の愚行に対してしっかりと制裁を加えられる人物が内閣に入ってくるかというのは一つ注目点でしょう。何にしても外交を評価するときには常に日本側の姿勢ではなく、相手国からどう見えているかということも評価するときの大きなポイントとなります。韓国側にとって非常に厄
快な相手であると考えられるということは、少なくとも日本側にとっては自国の利益を守ることに優先的に働いてくれるであろうことが期待できるのです。まだ菅官房長官が新総理になるとは決定しているわけではないものの、少なくとも現在のところ外交姿勢は安倍政権を引き継ぐものであり、それによって韓国側がかつてのような一方的な外交を展開することは可能性としては低くなっています。皆さんはこの日韓関係の今後についてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。